today's topic, the method of dream come true. Here we go. Hi, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. Today's topic is 望みを叶える方法です。純子ちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。誰もが望んでいる望みを叶えることって誰もが望んでると思うんですけど、はい。何が一番大事なんでしょうかっていう今日はその話についてです。はい。はい。望みを叶えるとなると、例えば目標設定をしたり、それに向けて to do を作ったりとか、望むことを叶えるにはこれをやってあれをやってみたいにやったりするかなと思うんですけどね、目標設定定めて、それのためにいろいろ考えてこれをこなしてこれをしてあれをしてみたいな、だけどもっともっとその前提として一番大事なところが実は抜けてるかもしれないっていうところなんですけど、はい、望みを叶えるときってどういう状態が一番叶いやすい状態なんだろうって考えてみるとよくて、望みが叶った時の状態ってどんな感じだと思う？純子ちゃんが望み叶ったっていう時ってどんな気分ですか？なんかワクワクするような、軽い感じですかね。ね、なんかウキウキするような、なんか嬉しい気持ちですよね。気分がいい感じ。ってことは望みが叶っている状態っていうエネルギーはとても自分にとって心地よくて気持ちよくてなんか嬉しい感じっていうエネルギーですよね。なので望みを叶えるそのエネルギーが望みが叶えた時のエネルギーだから、自分自身がそのエネルギーで生きるっていうのが一番望みがやってきやすい扉が開いてる状態なんですよね。はい。だから望みが叶ってない前からもうその気持ちよく過ごすっていうところが非常にその同じバイブレーションだからそれは、バイブレーションって本当にね同じものを引き集めてくるんですよね。だから自分が機嫌悪かったら機嫌が悪くなるようなエネルギーがやってくるし、自分がだるかったらだるい感じのエネルギーがやってくるみたいな。だから同じものが本当に集まってくるっていう本当科学的にも、証明されてるぐらい同じものしか集まりようがないんですよ。そうなってくるとじゃあ自分自身が望みを叶えたいんであれば叶う前からその状態で常にあり続けるっていうのが一番近道な、やり方だと私は思ってるんですよね。はい。でもだからといってじゃあ望みが叶う前からずっと気持ちよく過ごすってどうやってやるんですかっていうことになると思うんだけど、ずっと気持ちよく過ごすってなかなか難しいよね。そうですね。なんか目の前に起こる、なんか嫌な出来事とか、ちょっと不快な経験とかがあると、なんかそれがこう目の前をチラチラするっていうか、その実際にはもうそこの体験は過ぎ去ってるんだけど、なんかそこのことを考えちゃったりしがちだったりしますね。そうだよね。そのこう気分が悪くなるっていうか、そこに気分が悪いことに対して私たちってすごい反応しやすいんだよね。
だから嫌だなと思うことってすごくフォーカスされやすいんですよね。うん。うん。なんかイライラ、例えばイライラすることだったり、うん。なんかこう、もう本当嫌だみたいなことだったり、うん。うん。もう本当こういうの嫌なんですけどみたいなことって、すごいこう、自分を、なんていうのかな、包み込むっていうか、うん。すごい注目させるようなエネルギーじゃない？うん。うん。そうすると、じゃあそこに注目しだすと、どんどんそれが、なんていうのかな。いろんなことにこう、つながってきやすいんですよ、それって。うん。うん。なんか嫌だなーっていうところから、なんていうの、最終的には、だから私ってダメなんだよね、みたいな。その自分を責めるところまでつながってきちゃったりとか、うん。きっかけは何かが嫌だっただけなのに、それをこう、どん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 見続けることによって、なんかどん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 いろんなものがこう、プラスされていくというか、うん。うん。だから結局自分が本当はその嫌だなと思うことって望みでも何でもないことなんですけど、なぜか私たちはそこにその気が向いちゃって、うん。で、そこに気を注いじゃって、どん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 本当は嫌だなって思う望んでない方のエネルギーにどんどん、なんていうのかな、自分の、パワーを注いじゃってる状態っていうことなんですよね。うん。うん。で、これを、本当に自分が、あ、あって、嫌だなと思う瞬間は別にいいんですよ。だって、それは自然に湧き上がってくるものだから、こういうの嫌だみたいなのってあるじゃないですか。うん。うん。でも、これ嫌なんだなと思った時に、その次の瞬間に、じゃあ何がいいのってすぐ聞いてあげることができるようになると、気がいい方にこうパッて向くんですよね。うん。うん。だからそこが自分で、嫌だなと思ってるところから、じゃあ何がいいのかなっていうところの、この間、どれぐらいの素早さで、こっちのその目線を嫌だなと思うところからいいなって思う方に向けられるかどうかが、すごくこの望みを叶える、スムーズに望みを叶えていく方法としては、結構一番大事なところかなと私は思ってるんだけど、はい。これって今までなんか難しいよね。なんか今までだったら、純子ちゃんだったら、う嫌だなと思っん。たらやっぱり、あれ嫌だなってずっと思っちゃいますよね。結構思っちゃいうん。ますね。ねえ、そうだよね。うん。うん。でも嫌なことをどんなに眺めてても、うん。嫌なことは変わらないよね。嫌なことは。変わらない。そう。変わらうん。ないどころか、さらに、増大していくっていうか、うん。うん。どん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 、その嫌だなと思うところが、どんどん拡大成長して、すごい嫌だになってきちゃったりとかうん。してしまうので、嫌なことをどんなに眺めても、それは何も変わらない、もしくはもっと嫌になっていくっていうことを、もし本当に自分が客観的にそれを見ることができたならば、嫌なんだったら見なければいいじゃんっていうとこなんですよ。うん。うん。なんで嫌なものを見続けて、わざわざそれを大きくして、なんか大問題にしてみたり、すごいもう大変なことだみたいなことに、こう私たちってどうしてもしがちなんだけど、うん。それって、まあ一言で言うと、当たり前のようにそれをやってきたっていうだけだと思うんだよね。うん。うん。あまりにナチュラルに、あまりに自然に嫌なことにフォーカスし続けるってことを、あの、当たり前のようにやってきたっていうだけだから、うん。これを当たり前だったところを、ちょっと頑張って、
これが嫌なんだったらじゃあ何がいいのってやっぱりいつも聞いてあげるっていうのがすごいこう、なんて言うんだろうな、気をそらすっていうか、自分の気をどこに向けたいのかっていうのをその場で気づいていくことができると嫌なことって長続きしないんですよ。うん。うん。で、嫌なことってイコール望まない状態だから、うん、望まない状態に自分が居続けるっていうことは、望みを叶える方じゃない方に向かって歩いてるから、だから気分が悪いんだよね、本当は。うん。うんうん。そう。それはね、その気分が悪くなるときって、そっちじゃないですよっていうサインなんですよ。うん。うんうん。自分が本当に望んでる側じゃない方向に歩いちゃってるから、だから、間違えてるよっていうお知らせなので、うん。なんかそこに気づいてあげるといいのかなっていうふうには思います。うんうん。うんうん。なんか誰か身近な人だったり、うん。そういうなんか身近な人とかが、なんかこういうふうに自分に何かしてきて、なんかうん。それで嫌な思いをしたとかね。はい。うそん。れが、なんかちょっと被害者意識みたいな感じにもなったりして、自分の中で。うん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 。で、なんか、その時ってなんかあの人はどうせ変わらないみたいな感じに思ってる部分もあって、うん。だからなんかどうそれを避けるかとかなんかあの人とどうやったら離れられるかとか、なんかそんな風に考えて、なんかその人は変わらないみたいに考えちゃったりとうんうか、んう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 ん。うん。でも意外がち。うにん。そうやって見ちゃう自分が変われてないってことなんだよね、要はね。うんうん。うん。だから相手でも今まで自分のその人間関係、それが対人だとしたら、うん。なんか人間関係の作り方で、その、いろんな人と、今までね、出会い続けてきたと思うんだけど、うん。なんだか、シチュエーションが変わったり、人が変わったり、状況が変わっても、なんかいつもこうなりやすいな、私のものの見方っていうのがうん。分かると、私が変わってないんだっていうのに気づくかなと思うんだよね。うんうんうん。うんうんうん。例えば、ね、さっきも一緒に喋ってたけど、一緒に暮らし出すと、なんか突然、なんだろう、要望が増えて、勝手にイライラしてしまう自分とか、あ うん、はいはいはい。うん、パートナーに対してね。そう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 、うん。なんでやってくんないのみたいな選うん。択とかさ。うんうん。うん。そう、あとなんか、いろいろある。もう今はもうないけど、なんて言うんだろう。その選択の干し方嫌だとかさ。なんか ああ、よくありますよね。あれはあるよね。うん。あとなんか、食べた食器、片付けないんだねとかさ。靴は脱ぎっぱなしだし、靴下はなんとかだしみたいな。うんうんうん。そう。で、思い始めると、どんどんそれが、なんていうのかな、気になりだしちゃって、うん。本当に何もやってくんない、協力的じゃないわ、みたいな。っうん。ていうふうに、思ってしまう。だからそれはね、考え始めるとキリがなくなってきちゃうんですよ。うん。うんうんうん。だけど、なんかそれって別に自分が気づいたら自分がただやればいいだけで、うん。で、自分がやって自分が気持ちよくなればただいいだけだから、うん。自分が気持ちよくなるってことが一番重要だから、じゃあ自分でやろうみたいな。今ならね、そういうふうになるようになって、うん。うん。で、なぜならば、自分が気持ちよく居続けることが、やっぱり、その、自分自身がハッピーだし、自分が望みを叶えていく状態で常にあり続けたいので、なんでやってくんないかなみたいなことを思うことをやめたって感じなんだよね。うん。うん。でも、これって多分聞いてる皆さんも絶対あることで、うん。なんか近い存在になればなるほど、
その人の、望んでない側を見ちゃうっていうのは本当によくあると思うんですよ。うん。うん。ただ、なんていうんだろうな。望んで一緒に暮らしたわけだから、うん、そこを忘れないようにしてほしいなと思うし、自分で選んで、自分で望んでその人と生きていくって、まあ決めてるから一緒に暮らしてると思うんですけど、うん、だとしたら、やっぱ望んだ自分のいい状態のまま、一緒に居続けると、望む関係性になっていくんですよね、結局は。うん。うん。だから相手が変わるっていうよりかは、自分がその人の見方を変えると、結果その人が自然にそっちに変わっていくっていう感じかなと思います。はい。うん。まあこれは今のは人の話だけど、物事すべてに対して、望まない方を見てしまうのがなんか人間のどうしてもやりがちな箇所なんだけど、いや、ここは本当に望む方だけを見ていくっていう選択を自分のためにしていこうよっていうのが今日の一番伝えたいところです。それが結果自分が望んでいるそのライフスタイルだったり、まあ自分の人生そのものが望む方向にきれいにその流れに乗っていくやり方だと思うので、難しいとは分かってはいるけど、すごく地味で、ついつい何度も何度も望んでない方に自分の意識を向けやすいんですけど、でもぜひこのチャンネルに出会ってこれを聞いてくださってる人たちに対しては、なんかここは一緒に、頑張っていきたいなって思う箇所ですね。なので練習、まあ、99% プラクティス、1% セオリーの時にも多分こんなような感じのこと喋ったかもしれないんですけど、本当に、自分の状態が人生、この世界を作っているんだよっていうことを本当に分かってくると、自分さえ整えておけば全てうまくいくっていうのが私がやっぱり伝えたいことなので、今日はこの望みを叶えやすくする方法っていうことで話してみました。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。はい。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.